こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、トイ三条さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。はじめまして。いつも動画を拝見して勉強させていただいています。私は春から夢であったイラストレーターを目指すため、会社を辞めて、今はフリーターで必要最低限のお金を稼ぎつつ、空いている時間は全て絵の勉強に当てています。本題ですが、絵を描き始めて半年経ち、全体のクオリティは少し上がりましたが、いざ X、旧 Twitter に投稿すると、いいねやフォロワーがあまり増えません。原因として挙げているのは構図、色塗りのレベルが低いため、ネットでの評価が低いのかと思っています。もしプロの絵師様である斉藤直樹先生から見て他にアドバイス等あればご教授のほどよろしくお願いします。また X のアカウントを掲載させていただいていますので、動画でご使用いただければ幸いです。最後に拙い文章で申し訳ございません。お返事お待ちしております。問い三条より。ということで、はい、こちらにねイラストをいただいているんですが、はい、この方ですね。いやしかし、うおー、会社辞めちゃいましたか。いや別にまだ辞めなくてもよかったんじゃないのかな。なんかね、コメントを見ていると、会社を辞めてから絵を描き始めて、で、X にも投稿そこからし始めたっていう風に読めるので、いや、これ会社に行きながらでも、X に絵をね、こう投稿して、絵を練習するぐらいは、できたんじゃないのかなって、最初率直にね、そう思っちゃいましたね。でもおそらくコメントには書かれていない事情もありそうですし、あとはね、会社をもうそもそも辞めちゃった後で、このことについてね、あれこれ言ってももうしょうがありませんので、トイ三条さんはね、そういうわけで、もう何が何でもイラストレーターにならなきゃいけないっていう状況に自分を追い込んだっていうわけなんですね。はい、わかりました。それほどまでに上達したいと、そういう覚悟を決めたっていうことなんですね。はい、そのように肯定的に受け止めることにします。でですね、トイ三条さんの作品を見ると、全く描けない状況から半年までね、ここまで描けるようになったって思うと、すごいなって思うんですが、でもね、おそらくご本人は、もう会社の仕事まで辞めてね、背水の陣でプロイラストレーターになりたいと望んでいる姿勢ですから、そういうね、優しい言葉をもらいたいわけじゃなくて、ここからどうやって具体的にプロイラストレーターになればいいの？俺は生活がかかってるんだよ。プロになるために必要なことを教えてくれっていう、かなり実用的なことを切実に望んでいるんだと思うんですね。状況から考えてね。なので今日はちょっとですね、普段の優しいテイストではなくて、厳しめにバシバシと指摘していくことになると思うので、今日はですね、これ以降覚悟して聞いてくださいね。と言ってもね、いつもの話し方だと結構ね、普通に優しめに言っちゃって厳しいこと言えなさそうなので、僕もね、ちょっと普段の優しめモードから無慈悲なブラック斉藤直樹モードに切り替えてですね、バシバシと指摘していきますので、今ちょっと厳しいこと聞きたくないっていう人はですね、ここでご視聴をやめることをお勧めします。まだ見ているということは、覚悟ができたということですね。仕方ないですね。じゃあこっちも本気ですよ。ブラック斉藤直樹モード、発動します。何見てんだよバカ野郎。っていうことでな、容赦なくやっていくから覚悟しろよ。問い、なんだっけ。もう名前読みづらいな。問い3条とか4条とか。もう絶対初見で読めないからやめとけよ。もう全部ひらがなにしろ、ひらがなに。俺みたいによ。それはいいや。じゃあ早速始めていくから。置いてかれないように瞬きしないでちゃんと見とけよ。早速、行ってみよう。体のバランスに気をつけろバカ野郎。まずな、コメントで言ってるけど、構図、色塗りのレベルが低いためにいいねがもらえないのかもって言ってるけどよ、はっきり言うぞ。目、腐ってんじゃないですか？いや、それもある。それもあるけどな、それだけじゃねえんだわ。おめえさんの絵は、全てが全部足りてねえから、だからいいねももらえないし、仕事もまだもらえてねえんだ。その現実をよ、まずはしっかりと受け止めろよ。もう全部足りてねえんだ。わかったか？これから俺が、お前さんにもわかるように、順番に解説していくから。もう冗談じゃなく、この動画100回見ろよ。もうこんなめんどくさいこと二度とやんねえからな。いいな？まずな、体のバランスが悪い。いやもうね、マジで悪い。ちょっとな、そこだけ添削してみたから、どう変わったのかしっかりと見とけよ。行くぞ。パカと。もうこれだけで結構わかるだろ。具体的にどこが悪いのかっていうのは、主に3つだ。例えば、頭の形だな。頭の形がよ、前にこう、せり出してるように見えるんだな。なんかこの頭頂部だけ、上から特殊な力で引っ張られてるように見えるから、これはな、直した方がいいな。あとな、腕の長さ。これ短すぎだ。体のバランスが変だとな、見ている人はとにかく気持ち悪さだけを受け取っちまうんだ。もう絵を見た瞬間、うわ、気持ち悪って思われたくないだろ。だから十分に注意しろよ、ここは。
あとな、一番気になるのは、まあ腰回りだな、腰回り。腰回りがちょっと太いのと、あとな、腰自体が結構下の方についてるから、体型的に女性っていうよりかは野郎の体を見てるみたいだな。なんかこう、寸胴っていうか、体型があんまり良くないやつに見えちゃってるな。まあリアルな人間をよく観察して書くと、こう見えるのかもしんねえけど、でもな、二次元キャラはあくまで二次元キャラだからな。そこはある程度切り離して、二次元キャラとして考えた方がいいな。顔のバランスが一番大事なんだよ、バカ野郎。俺がいつも言ってるだろ。キャラクターは顔のバランスが一番大事なんだよ。気をつけろ。ってことでな、次は顔のバランスのことについてなんだけど、もう全然ダメだな。見てもらった方が早いと思うから、ちょっともう添削後を先に見てもらうけど、切り替えるぞ。この変化だ。いくぞ。パカ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 とな、全然違うだろ。全部説明していくと長くなっちゃうから、ちょっとな、要点だけを説明していくと、そうだな。ベロと顎の位置。これな、顎が前にせり出していて、口もな、前にせり出していて、で、その上でベロも出てるから、率直に言ってなんか気持ち悪いな。なんか草食動物みたいだな。アルパカとかリャマとか、そっち系の。あと、黒目の中のこの瞳孔の位置な。これはもっと気をつけなきゃダメだ。目自体はな、結構かけてるけど、瞳孔がな、もうあっちこっち向いてるから、結果的にどこ向いてるのかわかんない人みたいになってて、ちょっとそれがな、薄気味悪さに繋がってるから、そこは注意した方がいいっていうのと、あと眉毛。眉毛が左右で高さ違いすぎだ。ふざけてんのか。これはな、遠近法考えて、奥の眉毛を小さくしたんだろうけど、他の部分にそんな遠近法かかってないのに、眉毛だけにそんな遠近法かかるわけねえだろ。こういう一個一個は小さなことだけど、これがもう何個も何個も何個も積み重なると、これめちゃめちゃ気持ち悪さに繋がるから、俺はな、注意が必要なんだよ。他にも何個かあるけど、もうそれは自分で探してみろ。お前全部解説すると思ったら大間違いだからな。自分で違いを見極める能力を手に入れるのが一番の画力向上に繋がるから、俺の目は節穴じゃねえっていうのを証明したいんだったら、しっかりと見て、しっかりと違いを認識すんだぞ、タコが。あとちゃんと休憩すんのも忘れんなよ。たまに休憩すんのも大事だからな、タコが。手が適当すぎんだろ、バカ野郎。っておめえ気を抜くんじゃねえよ、このうすらトンカチが。まだまだ言いたいことたくさんあんだよ。しっかりと集中しろよ、タク。いやもうこれはもう別に言わなくてもいいんだけどよ。手が適当すぎだよ、手が。手の形はみんな毎日見てるもんだから、絵を描かないやつでも一発でバレるんだよ。ってことでこれはもう解説することもないけど、もう単純に直してみたよ。いくぞ。ほら、こうだ。直してみると、一気に添削前が気持ち悪く見えんだろ。可愛い女の子の絵っていうのはよ、可愛く描く、可愛く描かない以前に、マイナス要素。もう形が崩れてて気持ち悪く見える要素を、どれだけ減らせるかっていうのがそもそも大事なんだよ。おめえの絵はよ、まだ可愛さをプラスしていく段階じゃねえんだよ。マイナス要素が多すぎだ。今まで順番に解説してきたところがそうだよ。体が寸胴、顔が崩れてる、そして手がかけてね。そのマイナス要素をまずは直すようにしな。それだけでかなりの部分、キャラクターがマシに描けるようになるからな。服の構造も考えろ、このすっとこどっこい。いやもう俺も疲れてきたよ、この喋り方。なんだっけ、そうそう。おめえさんね、服適当に描きすぎだよ、バカ野郎。バカ野郎、この野郎おめえ。もう何弁かもわかんなくなってきたよ。キャラもブレてきたよ。服の構造、ちゃんと考えて描いてるか？どうせ何も考えずに描いてんだろ。丸分かりだよ、バカ野郎。だからプリーツスカートのひだひだも描けねえし、襟元のリボンも髪の毛で隠したりするんだよ。おめえここ描くのめんどくせえから髪の毛で隠しただろ。バレバレなんだよ、この野郎。ったく、楽しようと思いやがって。楽してな、プロになれるなんて。おめえ何思いやがってんだ？絵で食っていこうとしてんだろ？好きなことで生きていこうなんておこがましいこと思ってるくせに、この上楽までしようとしてんのか？都合よく行くかよ、タコ野郎。書いててな。正直、めんどくせえな。もうここ書くのやだな。っていうようなめんどくさい部分あるだろ？この絵でいいや、この襟元とかリボンの部分とかひだひだのな、このプリーツスカートのひだひだの部分な。そういうめんどくさそうな部分こそな、喜んで書くんだよ。なんでかっつうと、そこに情報がギュッと集約してるから、ついつい書く方はな、めんどくせえなーって、そう思うわけよ。だけど、絵を見る側からすればよ、どう考えたってそこ見どころじゃねえか。だってそこに情報がギュッと集まってるからな。そこを書かないでプロになりてえだ？へそで茶が湧くよ、バカ野郎。そういうのをちゃんと書いてから、プロになりてえとか抜かしやがれよ、バカ野郎。もう普段こんなに怒ったことないから、一生分怒ったような気がするよ、バカ野郎。
陰影にも気を配れバカ野郎。違う。陰影がマジでダメなんだわ。つうのはよ、おめえさん立体全然考えてねえだろ。目腐ってんじゃないですか？おめえさんの影はさ、細かな小さな影は描けてんのよ。ちょっとしたデコボコがついてる部分な。例えばシャツの小さなシワとか、髪の毛の毛束とかそういう小さな影だ。ただよ、こうもっと絵を大きく見た時に、こんなでっかい胸描いてんだからよ。ここが上の面、ここが下の面って感じで、ここにでっかな影がつくはずじゃねえのかよ、おい。つくだろ？つくんだよ。でもってこの辺も、胸の頂点から考えたら、後ろにグッと凹んでるわけだからよ。ここにも盛大に影つくだろ。スカートの部分な。もっとでっかい意識を持って影ってものはつけんのよ。じゃねえとおめえさんもちっちゃい人間にまとまっちまうぜ。会社辞めたんだろ？絵のプロになるんだろ？世の中をあっと言わせんだろ？おめえさんの絵でよ。じゃあもっとでっかい目で見ろよ。ちっちゃく考えんじゃねえよ、ちっちゃく。影はもっとでっかい面積でつけるんだよ。それを忘れんな。半年でここまで上手くなったんだろう。すげえよ、それは。間違いねえよ。じゃあ、このぐらいできんだろうが。もう一歩だよ。頑張れよ、バカ野郎。説教タイムだ、バカ野郎。言っとくぞ。ここまでが最低限だ。ここまでが最低限。ここまでできて、仕事が来るか来ないかっていう話。ここからやっと表現の段階を、言っとくけどな。今の段階じゃ絶対に逆立ちしたって仕事なんか来ねえからな。いや、意地悪で言ってんじゃねえよ。マジだよ、マジ。だってよ、考えてみろよ。俺がお前さんの絵を添削して、それをお前さんに伝えるために台本を書いた時間。何時間だと思ってる？ 5 時間だよ、5時間。つうことはだよ。仮にお前さんに仕事をお願いしたとしてよ。おめえさんの描くバランスの崩れたキャラクターが俺のところに上がってきたとするわな。そのために俺はお前さんに修正点を伝えるために5、6時間時間を割かなきゃいけないってわけだ。アホか。んな時間ないわ、こっちには。そんな時間あるなら自分で描きゃ5、6枚描けんだよ、バカ野郎。まるっきりコストが合わねえじゃねえか。絵を他に依頼するってことはよ、今言ったようなことを絵描きにまるっきり丸投げするために、クライアントの時間を他に使うために依頼するわけじゃんな。だからな、こんなことを言われないとできないようじゃ、そもそもおめえさんに絵を依頼するメリットがこっちとしては一つもねえわけよ。それ考えればわかるだろ。だからおめえさんがやるべきなのはよ、今言ったことを一つ残らず、自分の力だけでできるようになることだ。それができりゃ、依頼した側の時間をおめえさんが肩代わりしてやれるっていう、そういうサービスを初めて提供できるわな。それがおめえ仕事をするってことだ。理解したか？細部もしっかり仕上げろ、バカ野郎。なんだ？もう涙目か？泣くんじゃねえよ、バカ野郎。涙拭け。これで最後だ。ここは大事なところだからな。しっかり見とけよ。なんつったってここが一番大事だ。今まで積み上げてきたのはほんの土台の部分よ。最後の最後でしっかりと仕上げることで、このイラストの子が本当に可愛いのか可愛くないのかが決まるんだからな。それはおめえが決めることだ。おめえしかできねえんだからな。気合い入れていけ。つうのはよ、おめえさん仕事が雑すぎる。いや、いいよ。俺はプロじゃなくていい。趣味で描いてるんだからほっといてくれ。ってんなら俺は何も言わねえよ。じゃなくて自分で言ったんだよな。プロになりてえって。じゃあ仕上げは大事だよ。よく見とけ。最後どう変わるのか。別にそんなに大きく変えてねえよ。ちょっとばかし細かな部分を整えていっただけだ。いくぞ。ほらどうだ。パカ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 。パカと。な？俺がやったのはよ、線を整えるとか、口の端っこを丁寧に処理してやるとか、まあ細かいとこだけだよ。だけどどうだい？かなりこれだけでも印象変わるだろう。まあここはよ、正直味付けだ。おめえさんにはおめえさんの味付けがあるだろうから。俺はここから先は細かく言わねえよ。味付け次第でどうにだってなるし、自分独自の個性も出せるだろうな。ほら。あとはおめえさん、トイ三条の役割だよ。俺は伝えられること全部伝えたつもりだぜ。あとは自分がやるかどうか、それだけよ。今日はよ、ちょっときつめに言ったけどよ。でも考えてみろよ。今日言ったこと全部できてよ。で、おめえさんが想像したキャラクターが思い通りに描けるようになったらよ、そう考えたらワクワクしねえか？みんなきっとびっくりするぜ。おめえさんの絵がいつかコンビニの棚とか、おもちゃ屋の商品棚にずらっと並んでよ。で、おめえさんがいた元の会社の、誰でもいいよ。おめえさんのことをバカにしていたそいつらが見てよ。おい、こいつ、あいつの絵じゃねえか？マジかよ。って驚いてる時のそいつらの間抜け面、拝みたくねえか？なあ、想像したら笑えるよな。やってやろうぜ。お前さんならできるよ。俺は応援してるからよ。頑張れよ。じゃあな。